ご視聴ありがとうございます。今回はハゼットの変わり種工具箱 160ST を紹介したいと思います。製品を提供いただき動画を作成しています。パッと見小さな箱なのですが、これ変形しましてツールトロリーとして使うことができるアイテムです。移動時はコンパクト、組み立てれば高さがある使いやすいトロリー、かなり特殊な工具箱 160ST の魅力お伝えできればと思っています。ハゼットはドイツの総合工具メーカーです。創業は1868年。自動車関係の工具に強いと言われるブランドで、欧州車の指定工具になっていることも多いですね。私のハゼットに対する印象としては軽くて強いというもの。最初に知ったのは知り合いの持っていたコンビレンチでした。道具なんて全く興味のなかった頃の私でも、それを使わせてもらった時にこの道具は何かが違うと感じた記憶がございます。それからヘックスやトルクスで随分とお世話になっています。ハゼットの差し込み系の強さは有名で、どうにもならなかったらハゼットだと先輩に教わっていました。実際どうやっても回らないボルトに出会いまして、無名から有名どこまで他社のトルクスソケット3本折ってくれたボルトだったのですが、ハゼットを使うことで回すことができました。さすがにボルトが強かったのかハゼットもねじれてはしまいましたが、今でもそのまま使えています。困ったらハゼット、その噂通りに頼れる道具という印象を持っています。そんなハゼットのツールトロリー 160ST。詳しくないのですが、調べてみるとツールトロリーを初めて作ったのがハゼットだったと言われています。外観がこちらです。畳んだ状態ですでにかっこいい以外の感想がないっすね。レトロポップな外観に抜けるようなハゼットブルーの色。最高にかっこいいです。サイズはこんな感じ。長さはありますが幅は控えめ。昔ながらの上開き道具箱と同じような大きさです。使い方がこちら。取っ手になっています2本のポールをまっすぐに立てて、最上段の横にあるホールに指をかけてそのまま上に引き上げます。2段目、3段目はチェーンで連結されていますので、1段目を上げるだけで全てがつながって上がってきます。一番上まで持ち上げたらストッパーをかけます。これで展開は完了。状況に応じてホイールにブレーキをかけて使用準備は OK です。トロリー形状になってもかっこいいですね。古き良き道具入れって感じます。収納スペースを見ていきます。2段目は仕切りがあって、3段目がそこそこ広め。一番下は深さのあるサイズとなってます。天板はゴムマットが引いてありまして、ワークスペースとして使ったり、使用中の道具を保管することができます。ここだけ色が黒くプラスチックに見えますが、磁石がくっつきますね。鉄なのかしら。しっかりとした素材で作られています。畳むのも簡単。先ほどの逆の手順でレバーを操作してストッパーを解除。静かにトレイを下ろしたらポールを畳むだけです。この穴を使って南京錠をかければ防犯対策も可能。普段は工具箱サイズ。展開すれば使いやすいツールトロリーに変身します。面白い道具箱ですね。160ST 使ってみて。私はこれ大好きです。なんたってかっこいい。冒頭でもお伝えしましたが、形と色が私の好みにドストライクなんです。性能とか全然関係ないですけど、作業前に組み立てていて気分が上がるのはいいですね。ついでサイズが絶妙です。幅が狭いのが日本の住宅事情にマッチしたサイズで、転がして運んでいて困ることは少ないです。キャスターの静音性もそこそこ、台車と同じくらいですね。滑らかなアスファルトであれば日中ならば問題なし。夜中はゆっくり転がせば音は消せます。駐車場からちょっと転がすとか短距離での運用が使いやすいですね。重さもちょうどいい感じ。中身これくらい入れた状態でトータル重量が26キロくらい。段差があると持ち上げて運ぶことになりますが、片手で持ち上げることができるいいとこのラインだと思っています。ただ楽ではありません。持って階段登ったりは結構大変。基本タイヤで転がすものと考えていただいた方がいいですね。私はこれとアーウィンのソフトバッグに道具を分散して入れてます。長さで分けてるっすね。
長物はアーウィンのバッグに、それ以外をハゼットに入れてます。160ST は体感でドロワー3段のトップチェストと同じくらいの収容能力という感じ。思っていたよりも物は入りました。一番下を2層にするとか工夫をすればもう少し入れることはできそうです。天板部分も使いやすく、大きなスペースではないですが、道具や外した部品を置いておける場所というのはとても重宝するっすね。道具の収容能力に関してはトレイの仕切りが選べたらと感じました。容量としてはこんなもんでちょうどかなと思ってますが、個人的に2段目の真ん中がもう少し横に長いと使いやすかったです。使用者が仕切りの位置を選べたり、トレイを選んで組み合わせるようなシステムがあればなお使いやすいのではと感じています。さて、この 160ST、とても気に入っている道具箱ではありますが、誰にでもおすすめって感じはありません。この箱に愛のある方向けっすね。かっこよさを激烈に気に入ったとか、用途にドハマりしてるとかではない限り、これいいよとは勧めにくいです。決して扱いやすい入れ物ではありません。レトロな外観通りにその作りにも旧式な部分が多いです。まず展開、組み立て時に動きがちょっと渋いことがあります。ポール立てる角度の問題なのか再現性ないので何とも言えないのですが、上まで上げ切るのを難儀することがあるそう。またこのトレイを連結していますチェーン自体が1コマ2コマ絡まってしまうことがありまして、これが起こるとトレイの動きが激悪。組み立てできたとしてもトレイは斜めってしまいますので、展開後に持ち上げてチェーンの絡みをほぐすのですが、これそこそこ起きるんですよね。ほぐしながら何とも言えない気持ちになってしまいます。それからこのロックレバー、手元に来てしばらくは片側はオートではなく手動だと思っていたほど動きが渋かったです。160ST はもう1台見たことがありますが、それも同じように片側だけ動きが渋く、それも手動だと思ってたっすね。レバー部分、潤滑油を溜めるような構造ではありませんので、定期的なメンテナンスは必要となるでしょう。手のかかる入れ物となってます。畳む時も難しいとこありまして、2段目3段目のトレイは浅めなものですから、収納時に道具が高さ的に収まりきってなくて畳めないってことがたまに起こります。普通の道具箱なら道具を直して閉じるだけ、簡単な作業ですが 160ST ではそうはいきません。一度展開し直し、重たいトレイを上まで上げ直してから収まってない道具を直す必要があります。作業終わって帰ろうって時にこれが鳴るとだるって感じることがあるっすね。組み立て収納の操作に関して、今はさすがにこういうもんだと慣れましたが、使い始めてしばらくは戸惑うことが多かったです。あとは荒探しのようになりますが、割りピン曲げた端が飛び出ているとか、トレイの縁部分がかなりザラザラしていて下手したら怪我するとか、トレイの引き上げる操作時に持ち方を間違えると手のひらの皮を挟みそうになるとか、危険を感じる部分がいくつかあります。それからこの自在のキャスター、それぞれが逆方向に回ってぶつかってしまうことがあり、ほとんどないんですけど、アスファルトの上で動き始めにガスッとなってトロリーが動かず、何事ってなっちゃうこともあるっすね。とにかく全体的に古風、旧世代の道具箱という印象です。コンペとしてはベータの C27S を思い浮かべますが、比べてしまうと洗練されてなさを感じます。ただハゼットいいんすよね。とても魅力的に感じています。私はこのかっこよさにやられました。不便に感じる部分なんて何のその。動き悪いところは潤滑したり鳴らしてみたり、設計が古風な部分は手直しできないかと考えてみたり、ちょっとした不満も楽しみながら使ってるっすね。この古めかしさも魅力の一つになっていると感じてまして、旧車乗るのと同じ感じ。シュッとした最近の箱にはない魅力、雰囲気を持ってます。こればかりは試してみていただかないと同意得ることはできないと思います。試してもらったとしても同意見とはならないかもしれません。性能とか使い勝手云々を度外視した謎な魅力が、謎というかかっこよさなんですけどね。その素晴らしい魅力をこの道具から感じながら私は楽しく使っています。とはいえアップデートは欲しいと感じます。
このノスタルジックな形、雰囲気は残したまま現代に適応するアップデートを期待してしまいます。それから一点、ちょっと雰囲気に合わないと感じる部分がありまして、サイドに書いてあります右足かな、この辺の文字がステッカーなんです。しかも切り文字ではない1枚ものの大きなステッカー。見る角度によっては透明のシート部分がテラッと光りまして、なかなかかっこ悪いです。考え方によっては剥がしてしまえばシンプルでかっこいいとか、そこにステンシルで何か書くとかできますから悪くもないとは思うんですけど、高級なトロリーですからこのステッカーはちょっと似合わない、チープに感じてしまうですね。デカールを同梱にして使用者が貼る貼らないを選択できた方が良さそうに感じました。面白い道具箱ハゼットの 160ST。 見た目で刺さった方にはぜひおすすめ。このサイズ感も唯一だと思います。ただ癖は強めな箱です。値段も値段ですから現物確認を絶対に勧めます。その見た目からの存在感は強烈、かっこいい箱となっています。さて、ハゼット製品の購入を検討されている方にハゼットクラブという会員制サービスをご紹介。特典は通常よりも割引された特別価格でのオファーやアフターサービスの拡充です。保証の延長は嬉しいですね。入会後にハゼットクラブを通じて購入した製品については通常1年のところが2年延びて3年の保証となってます。将来的には資料のダウンロードも特典として準備中なようです。2023年現在、入会金で500円が必要となりますが、年会費は永年無料ですのでかかるのはそこだけ。入会の特典としてハゼットの記念グッズがもらえますので、実質それを買っているようなものですね。このお値段ですから、ハゼットの道具購入する際には一緒に入って損はないと思います。年始には福袋の販売や玉の在庫一掃セールなど会員限定の情報もございます。概要欄にリンクを置いておきます。気になる方は覗いていってみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!